ご視聴ありがとうございます。ポンズです。今回は人生2回目、一人 USJ を楽しんだ日の Vlog です。クリスマスシーズンの様子もお楽しみください。それでは Vlog スタート。USJ に入場しました。現在11時くらいです。まずはランチを食べにレストランに向かいます。この日着ているのはユニゾンスクエアガーデンのパーカーです。前日に開催されたユニゾンのクリスマスライブのために関東から大阪に遠征してきました。詳しいことは別の動画をご視聴ください。レストランに到着しました。USJ は12月26日でも当たり前のようにクリスマスをやっています。というわけでクリスマスメニューを楽しんでいきます。こちらが注文したワッフルチキンプレートです。まずビジュアルがいいですね。確かこの辺りがクリスマスを表現していたと思います。USJ を含めて今回の大阪旅行ではパーカーに書かれているユニゾンのドラム鈴木隆夫と注文したご飯を一緒に撮影する遊びをしていました。 USJ でもやっていきます。全体的な塩気とワッフルの甘さがマッチしていてすごく美味しいです。ちなみに私が一人 USJ をしている理由は推しのストーンズ松村北斗がきっかけです。ストーンズのラジオで北斗が一人 USJ をした話をしていて自分もやってみたいと思いました。2年前たまたま TWICE のライブで大阪に来ることがあったのでそのついでに初めて一人 USJ をすることに決めました。それがすごく楽しかったのでまた大阪に来る機会があれば一人で USJ に来たいと思っていて今回実現しました。これ当時なんだかわからなくて最後まで残していたんですけどサンタ帽だったことに編集中に気がつきました。ランチの後は大好きなミニオンエリアに来ました。アトラクションに乗ったりお土産も見たりしてミニオングッズにテンションが上がりました。ミニオンのクッキーサンドも食べました。思っていたよりも甘さ控えめで美味しかったです。この日誰にも写真撮ってくださいと言えなかったので端っこでミニオンと一緒に記念撮影をしました。グリーティング終わりのミニオンドアップで可愛かったです。ミニオンが去っていく姿も見ることができて幸せでした。続いてハリーポッターのエリアに向かっていきます。このエリア雰囲気好きすぎます。ハリーポッターの世界そのままって感じです。いつ来ても冬の景色ですが今回は本当に冬なので臨場感があってそれもいいですね。アトラクションに乗っていきます。アトラクションに並んでいる最中に気がつきましたがホグワーツ城の内装を見られる限定イベントをやっているみたいです。アトラクション終わりました。それではホグワーツ城の見学に向かいます。ホグワーツキャッスルウォークというイベントでたまに開催されているみたいです。普段入ることのできないお城の内部を散策することができます。使いが創設した。おまけに黒板を通り抜けて教室に来られるんだよね。
見学終わりにお城を出るとちょうどプロジェクションマッピングの時間でした。夜になってフライングダイナソーが空いてきたので2回連続で乗ってきました。2年前に一人で来た時はちょうど運転を休止していて残念だったので取り戻すかのように乗りました。首を持っていかれましたが楽しかったです。少し散歩をして夜の景色を楽しみました。クリスマスツリーも綺麗でした。鬼滅の刃の期間限定のアトラクションにも乗りたかったのですが、スーパーニンテンドーワールドの時間が迫っていて乗れなかったのが残念でした。ディスプレイをゆっくり眺めることで鬼滅への思いを断ち切っていきます。一番お気に入りの鋼塚さん載せておくので見てください。鬼滅にさよならしてニンテンドーワールドに来ました。この時期ドンキーコングエリアがオープンしたてだったので見てみたかったんです。ドンキーコングエリア後で行きたいと思います。ニンテンドーワールド何回来てもワクワクしますね。隠れピクミンを探していきたいと思います。エリア内にたくさんいるみたいなのですが、私は3カ所しか見つけられなかったです。また来た時にチャレンジしたいと思います。この時間になるとキノピオカフェに予約なしで入ることができます。やった！こちらで夕食を食べていきたいと思います。2年前も一人で来たことがあり、今回も記念写真を係の方に撮っていただきました。写真を撮るときは大きな声で大きいドーキーと叫ばなければいけないので少しだけ恥ずかしかったです。今回はヨッシーのカルボナーラとゴールポールケーキを選びました。ヨッシーのカルボナーラは重すぎずちょうどいいクリーム感で美味しかったです。個人的にはほうれん草が乗っているのも好きでした。ケーキは抹茶やベリーの味がしました。横に添えられていたのは多分プルーンでしょうか。なぜ添えられていたのかちょっとわからなかったので、知っている方いましたらコメント欄で教えてください。ポールはお持ち帰りすることができるのも嬉しいポイントです。最後にドンキーコングエリアに行きます。こちらのエリアもかなり再現されています。すごくジャングルって感じです。ジェットコースターはすでに受付終了で乗ることができませんでした。私小さい頃ゲームキューブ用のドンキーコンガ持ってました。懐かしいです。ドンキーコングエリアを出て滑り込みでマリオカートに乗ります。
行くぞ。最高に楽しかったです。22時までみっちり遊び尽くしました。一人 USJ の様子いかがでしたか？一人で行って誰とも感想を共有できなかったので、よかったら動画を見た感想をコメント欄で教えてください。